はい、皆さん、こんにちは。次郎です。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はね、いつも元気です。最近の僕の近況をお話ししましょうか。最近は僕はね、髪を切りました。って言っても、僕の髪の毛どんな髪型なのか知ってる人、多分このチャンネルのほとんどの人が僕の髪型知らないと思うんだよね。あまり僕髪型をね、このチャンネルで映したことないですね。はい。でもね、僕はね、髪を切りました、最近。結構短めの髪型になったから、すっきりしたね。身も心もとてもすっきりしました。はい。はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。あのね、さっきまで、ものすごい雨降ってたんだよ、外で。もう、すごかったよ。ものすごい雨だった。で、今はね、ちょっと、その雨足の方も落ち着いたんだけど、いやー、もう、バケツをひっくり返したかのような雨だったんだよね。で、僕、さっきちょっと外に出てたんだけど、でね、サンダル履いてたんだよ。もう、サンダルがね、意味をなしてなかったね。あの、靴下を履いた状態で、サンダルをね、履いてたんだけど、靴下びちょびちょになっちゃった。だからね、帰ってきてすぐに着ていた服を洗濯機で洗いましたよ。うん。珍しいな、あんなに雨降るのは。あんなに雨降ったのを見たのは本当に久しぶりなんだよな。多分ね、いろんな警報とか注意報とかもね、出てたんだと思う。だけどね、そんな、雨足も弱くなって、今はね、雨自体降ってないと思う。雨自体降ってない。うん。でもね、すごいたくさん雨降ったんだけど、結構ね、短い時間って短期的な雨だったからよかったね。あれがずーっと降るとなるとさ、やっぱり気分も落ち込んじゃうじゃん。で、本日もね、久しぶりのポッドキャストですけれども、今日はね、さっき、今日雨降ったってことを話したじゃん。だから雨に関することを話そうかなって思うね。せっかくだしね。せっかくだから、雨に関することを話そうかな。僕さ、これまでのポッドキャストでも何回も言ってることなんだけど、雨大嫌いなんだよ。もう雨がね、本当に嫌い。で、晴れが大好き。その理由の、一つが、頭痛なんだよね。なんか雨の日ってさ、低気圧じゃん。あとなんかね、軽く頭痛もするし、気分もね、テンションも下がるんだよね。なんかさ、体が重いんだよ。わかるこの気持ち。雨降るとさ、一気に低気圧の環境になって、体がね、動きにくくなるんだよね。で、僕、毎日ね、朝起きたらしてることって、筋トレなんだよね。で、僕は毎朝起きたら、まずはジムに行って筋トレをするんだけど、なんかね、雨が降ってる日って、なんか筋肉が固まってる感じがするんだよね。だから、うわー、今日雨だけど筋トレ行かなきゃいけないのかって結構ネガティブな気持ちになるんだよね。でさ、筋トレを毎日してる人ってたくさんいると思うし、筋トレ大好きな人って本当にたくさんいると思うんだけど、僕の場合ね、筋トレすごい好きなわけじゃないんだよ。実はね、僕、筋トレがすごい好きっていうわけでもないんだよね。僕はね、どちらかというと、筋肉をたくさんつけたいっていうよりは、健康のために筋トレをしてるんだよね。
だから、筋トレをしないで、筋力を年が取っても保つことができるならば、別に筋トレしなくてもいいと思う。でもさ、そんなこと無理じゃん。筋力をずっと保ちたかったら、ジムに行って筋トレしなきゃいけないでしょ。だから僕は筋トレに行ってんだけど、だから最近はね、ジムに行くのってそんなに楽しいことじゃない、実は。でも、ジムでね、筋トレした後って本当に気分が良くなる。やっぱりね、人間って、あの、筋トレした後とか、運動した後って、気分が良くなるんだよね。で、目が覚める。あの、一日のスタート、頑張ろうっていう気持ちになれるんだよね、筋トレすると。だからすごいいいことなんだけど、朝起きて、最初にジム行くときって、ちょっとね、憂鬱な気持ちになるんだよね。なんか、今日も筋トレしなきゃいけないのか、みたいに思うことがあるんだよ。で、晴れの日でも、そういう風に思っちゃうんだよね、僕の場合は。ただね、雨の日はね、その気分に拍車がかかるんだよ。もう雨の日は、うわ、ただでさえ筋トレそんな行きたくないのに、雨かよっていう気持ちになるわけ。でさ、筋肉もなんか動きにくい感じがするし、筋肉もね、なんか膠着してるような感じなんだよね。だからね、僕は、筋トレに行くときも雨の日は、もうやっぱり憂鬱な気分になるな。だから、雨の日は、その視覚的にも気分は下がるよね。晴れの日だとさ、太陽が出てるから、その太陽を見るとさ、なんか楽しい気分になれるじゃん。ただ雨の日ってさ、外は暗いし、で、本当に分厚い雲が空を覆ってるとさ、夜みたいに暗いじゃん。あれが嫌なんだよね。で、今日も比較的雲が多めだから、すごい暗い、日中。やっぱり人間はさ、明るい環境がないとダメですよ。だってさ、植物だって光合成をしてさ、生きてるわけでしょ。だからやっぱり生物にとって太陽の光って本当に大事だと思うんだよ。うん。だからね、僕は、雨の日。本当はね、曇りの日も嫌いなんだけど、特に雨の日が嫌い。本当に。で、みんなさ、雨の日ってどういう風に過ごしてる？平日だったら、学校に行ったりとか、会社に行ったりするよね。ただ、休日の雨の日ってさ、みんな何するの？それがね、僕の中では本当に悩みの種なんだよね。で、いろんな過ごし方があるよね。例えばさ、近くのカフェに行って、読書したりとか、あとは、自分の家にいながら、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで映画を見るとか、家の中でも、やれる楽しいことっていろいろあるよね。ただね、僕ってね、それがあまりないんだよ。だから、雨の日の休日に何をするべきかっていうのをね、みんなに教えてほしい。うん。僕はね、結構趣味が少ない人間なんだよね。まず、前もポッドキャストで話したけど、読書が苦手。だから、カフェに行って本を読もうっていう、そういう考えに至らないわけ。で、あとは、そう、映画みたいなね、すごい長い。1時間とか2時間とか、そういう長い、作品を見るのも苦手なんだよね。やっぱりさ、普段からさ、TikTok とか YouTube ショーツとか見ちゃってるから、短い動画ばかりに慣れちゃって、映画もね、あまり見る習慣ないんだよね。だから、雨の日の僕の過ごし方って言ったら、やっぱりね、ベッドの上で横になることくらいかな。うん、やっぱり、やることないと辛いよね。で、ベッドの上で横になってる時に、やっぱりさ、スマホを開いて、
まあ YouTube とか見ちゃうんだけど、なんかね、もやもやするんだよね。僕は貴重な休日をこんなことに時間を使ってていいのかっていう気分になるわけよ。まあこういうさ、まあ今僕がやってるみたいに、まあ語学学習を目的とした YouTube の動画を見るとかならさ、自分にとってプラスになってるじゃん。ただ、本当に意味がない動画を見てるときって、なんかね、罪悪感を感じるんだよね。まあ自分で検索した動画じゃなくてさ、なんか YouTube のアルゴリズムによって出てきた、まあ動画をね、ただひたすら見てるときって、うわぁ、今時間無駄にしてるわーとか思っちゃうわけ。で、なんていうんだろう、自己嫌悪に陥っちゃうんだよね。うん。だからね、雨の日に、まあ自己嫌悪に陥らないような、まあそんな過ごし方って何かあるかな。うん、やっぱり勉強とかがいいのかな。まあそれくらい僕は雨の日が嫌い。まあ本当に嫌い。まあ逆にもう晴れの日は最高だよね。これさ、今までみんなに言ったことあったっけ？もう僕って日頃からもうめちゃくちゃ散歩するの。もう散歩大好きなの。で、まあ雨の日でもさ、まあ傘をさせばさ散歩行けるじゃん。だけどね、なんかね、気分が全然違うんだよね。晴れの日と比べてさ。まあ晴れの日に散歩するのはね、まあ爽快感があるよね。うん。とても爽快。で僕は本当に、まあ、長い時は3時間とか散歩するんだよね。でさ、まあ晴れの日ってそういう風に、ただ散歩するだけで楽しい気分になれるわけ。もう、まあさ、歩く時、まあまあ、僕がね、まあいつも歩いてる、まあ王道の散歩ルートっていうのはあるんだけどさ、まあ時には散歩のルートを変えたい時ってあるじゃん。ね。散歩の楽しさってそういうところだと思うんだよ。あ、今日はいつもと違って、こっちの道行ってみようとか、そういう風に考えながら歩くの本当に好きなんだよね。うん。今日はちょっと人が少ないところを歩こうかなとか、そういう風に考えながら歩くのが好き。まあ、そういうこともあってさ、散歩大好きなんだけど、雨の日って散歩したくないじゃん。うん。だから家の中で過ごさなきゃいけないんだけどさ、うーん。何が言いたいかっていうと、もう散歩すらできない雨の日はダメってことなんだよね。うん。だからもう雨の日はなくなってほしい。一年の中から。うん。まあ比較的、まあ日本は雨少ない国だと思うけどね。あの3ヶ月前とか4ヶ月前かな。まあ6月のシーズンって、まあ梅雨っていう季節に入るから、まあ比較的にね、雨が多い時期ではあるんだけど、今年は超ラッキーだったんだよ。今年は全然雨降らなかったの、その時期に。梅雨の季節に全然雨降らなかったんだよ、今年は。だからね、超ラッキーだった。ほんと最高だね。あの、梅雨が終わりましたっていうニュースを見たときは、もう終わったのって思ったね。うん。まあ、だからその分、まあ今年は他の季節にたくさん雨降るのかなとか思ってるんだけど、まあ、梅雨以外ってね、日本だとそんなに雨降らないんだよね。まあもちろんね、雨の日っていうのはあるんだけどさ、まあただ、これからね、これからっていうか、ちょうど今の季節かな。まあ、台風の時期なんですよ。うん。まあ、皆さんの国では台風ってありますかね？まあ、台風じゃなくて、まあ、場所によってはハリケーンとかがあるよね。でね、まあ、前回台風あったんですよ。まあ、1週間ぐらい前に台風が日本に来たんだけど、まあ、雨とか風とかが強かったのは、まあ、一瞬だったね。うん。で台風が過ぎた後って、すごい綺麗な快晴になるわけ。うん。だから僕はね、その時も台風が終わった後の晴れた日も僕は散歩に出かけたんだけどさ、あの
今日の雨今日降ってた雨はね、その時の台風よりも全然強かったね。うん。で、実は、台風って、この8月下旬から、9月の上旬にかけて多いんだよね。うん。で、日本の中でも、一番被害を受けるのが、沖縄県。うん。沖縄県ってさ、日本の中で一番西の、一番南にある県なんだけど、あそこがね、あそこ、沖縄県って島なんだけど、沖縄県って、複数の島からできた都道府県なんだけど、ちょうどね、台風がいつも通るルートに重なってるんだよね。うん。だから沖縄の人は、本当にね、歴史的にも、台風と今まで戦ってきたんだけど、沖縄だとね、そう、台風に耐えるために、あの、コンクリート作りのね、家が多い。なんか真四角のグレー色の家が多い。だから沖縄に行くとね、日本の東京とかで見られる、一軒家とは、なんかね、違う作りをした家がたくさん見れる。うん。そう。だから今は本当に台風が多い季節で、何回か台風はもう日本には来たけど、これ以上台風は来てほしくないなって思うね。台風ってさ、本当に風が強いし、うーん、雨も強くなるからさ、本当にいいことないんだよ。ただ、台風の特徴として、台風の、これはね、前のライブ配信でも話したんだけど、台風の進行方向の、右側に比べて、左側はね、比較的雨風が少ないんだよね。で、前回台風が来た時は、東京はね、比較的雨も風も強くなかったんだよ。なぜなら、台風の進行方の左側に東京が位置してたからだね。だから、台風のルートによっては、本当に雨、風が強くなる。うん。で、雨がすごいし、やっぱり、台風って、洪水とか土砂崩れとか、そういった自然災害が起きる原因にもなるわけだよ。だから、比較的、比較的というかそうだな、台風って、基本、悪い影響しか、僕たちにはもたらさないんですよ。ただね、僕は、中学生とかね、高校生の頃って、台風が来ると嬉しかったんだよね。僕はね、本当に、学生時代は台風が来ると嬉しかったんだよ。台風が来るとさ、やっぱり、川が氾濫したりとか悪いことばっかりなんだけど、僕にとってはね、本当に嬉しかった。で、当時の僕の同級生とか、もうみんな台風が来ると喜んでたんだよ。で、これなんでかわかる？なぜ僕たちが学生の頃、台風が日本に来ると喜んでたか。理由は簡単で、休校になるからなんだよね。うん。そう。学校がお休みになるんだよ。天気予報でね、台風が通るルートっていうのが、発表されるんだけど、自分が通ってるエリア、自分が学校に通ってるエリアが、その台風が、え動くルートと重なると、結構な確率でね、休校になるんだよ。ってことはさ、学校に行かなくていいってことじゃん。で僕は、学校の授業がね、そんなに好きじゃなかったんだよね。で、僕以外にもさ、学校の授業が好きじゃない人ってたくさんいたから、半分以上はね、学校の授業が好きじゃなかったと思うんだけど、だからね、休校になるとさ、学校に行く必要がなくなるんだよね。あそれが嬉しくて、僕は台風が来ると喜んでました。で、学校が休校になりますっていうお知らせって、確かね、メールで届くんだっけな。うん。で、前日とかにはまだわからないんだよ。休校になるかどうかって。確かその当日の、学
校に登校する時間の前に、メールか何かでお知らせされるんだけど、だからね、朝になるとみんな早起きして、学校からの連絡はまだかっていうのでね、みんなワクワクしてたんだよね。で、実際に休校のお知らせがメールで僕たちの元に届くと、みんなね、ネット上で、やったーとか嬉しいとかそういうことを書き込んでたね。うん。ただね、台風って基本的には喜んじゃいけないことなんだよね。やっぱり台風が来るたびに、河川の氾濫とか土砂災害とかで亡くなっちゃう人もいるからね。それくらい台風って本当に危険なものだから、やっぱりね、普段から備えておくことが重要。うん。で、学校で天候によって、休校になることって、台風以外にもあるんだよね。それが何かっていうと、大雪だね。で、僕は、東京の学校に通ってたんだけど、東京ってね、雪に全然慣れてないんだよ。みんなさ、北海道っていう都道府県知ってるかな？北海道とか青森県とか新潟県とか、日本ってね、結構、日本って見た目は小さい国なんだけど、結構ね、南と北に広い国なんだよね。だから、雪が降ってる、雪が降る場所がね、結構多いんだよ、日本って。ただね、東京って全然その雪に慣れてない。だからもちろん北海道でね、雪が10センチ積もりましたっていう状態になっても、北海道に住んでる人たちって、全く何も感じないわけ。普通だなくらいにしか思ってないんだけど、東京で5センチも雪が積もったら、それはもうね、大パニックになるんだよ。うん。まず、東京の交通網を考えてみると、電車がたくさん走ってるでしょ、東京って。だからまず、雪が5センチ積もっただけで、もう電車がね、ストップしちゃうんだよ。うん。で、電車が止まると、学校に行くことができないんだよね。だから、台風の時もね、その雨風が強いと電車がストップしたりするんだけど、大雪が東京で降ると、電車が止まっちゃうんだよね。ってなると、生徒の人たちがさ、学校に行く手段がなくなっちゃうでしょ。うん。だから、大雪が降るとね、学校が休みになるっていうパターンがあったね。うん。でもね、雪が5センチ積もるって、新潟県とか北海道の人たちからしたらもう、本当に小さいことなんだよ。うん。もちろんね、雪が5センチ積もったくらいじゃ、あの電車がストップするってことなんて北海道では絶対にないと思うんだけど、まず東京の交通網って雪が積もることを前提に作られてないから、そんなね、雪が5センチ積もっただけでもう全部ストップしちゃうんだよね。うん。ただね、雪が降っても学校がお休みにならないこともあるんだよね。その東京、思ったより雪が積もらなくて、電車がストップしなかったから、学校に行けちゃう場合とかあるじゃん。そういう時は、学校の校庭でね、雪で思い切り遊んだね。だってさ、東京で雪が積もるって本当に珍しいことなんだよ。てか、最後に東京で雪積もったのっていつだろう？正直ね、それを思い出せないくらい、東京で雪が積もることって本当にレアなことなんだよね。でね、僕が覚えてるのは、学校でね、雪合戦とか雪だるまを作ったね。うん。もちろんね、雪合戦はね、もう東京の子供たちからしたらね、もう憧れの遊びだよ。だって東京で雪積もらないんだもん。うん。みんな雪合戦ってさ、みんなの国でも人気？雪合戦が何かっていうと、積もった雪からさ、雪を取って、丸めて、で、友達に投げて当てたりする遊びね。あれ日本語だと、雪合戦って言うんだけどさ、雪合戦楽しいよね。
でさ、で、雪が積もるとさ、しばらくそこに雪って残ってるじゃん。で、雪が降った日の、3日後ぐらいって、なんかその氷が固まって、すごい硬い雪になるんだよ。ってなるとさ、もうその、すごい硬い雪を当てられるとすごい痛いわけ。うん。で、僕はね、それをすごい覚えてるね。で、あと雪だるま作るね。うん。雪だるまはみんな知ってるでしょ。でっかい雪の玉を2つ作って、それを、組み立てて作る。なんだ、あれなんて言うんだろう。雪だるまだよね。雪だるま知ってるでしょ。雪だるまはね、雪だるまも作りましたよ。僕は。学校の校庭で。うん。で、あと、子供たちがね、雪が積もったら作るものといえば、やっぱり鎌倉だよね。いや、鎌倉ってわかるかな？その雪の家なんだけどさ、作り方は、雪を、山にして結構高くしてさ、高さ1メートルぐらいの雪の山を作って、その後に穴を開けるんだよね。で、人が入れるようにして、その中でね、その中に入るっていうのが、鎌倉の楽しみ方なんだけど、雪がたくさん降る地域だと、その鎌倉を作って、その鎌倉の中でね、みかんを食べたりするんだけどさ、日本では。東京みたいに雪がめったに降らない地方だと、雪が積もったらね、やっぱり鎌倉作りたくなっちゃうんだよ。だからね、僕はね、鎌倉作りましたよ、東京で。雪が積もった時に。だからね、今話したみたいに、雪が積もったら、東京の人がやること何かっていうと、まず一つは、友達と雪合戦をすることだよね。友達と雪合戦をします。そして、その次に雪だるまを作ります。大きな雪の玉を2つ組み合わせて雪だるまを作るよね。そして、一番難易度が高いのが鎌倉作りだよね。で、鎌倉を作って、この3つだね。うん。この3つが、雪が降ったら子供たちがやりたいこと。やるべきことだよね。うん。で、東京って、雪めったに降らないっていう話したじゃん。だから、東京の人って、めったに雪見ることないんじゃないって思うでしょ。うん。今そこのあなたそう思いましたよね。ただね、そういうわけでもないんだよね。なんでかっていうと、東京からね、比較的近い場所で雪が見れる場所があるんですよ。東京からね、一番近いスキー場が長野県っていう場所にあるんだけど、新幹線でね、東京から1時間半くらいで確か着くんだよね、長野県って。で、長野県とか、あとは新潟県にね、スキー場がいっぱいあって、で東京の人は、そこでスキーとかスノーボードとかをするんだよね。だから東京で雪が降らなくても、そういう地方にみんな遊びに行って、スキーとかスノーボードとかを楽しむんだよ。うん。で、ちなみに、僕はね、えー、スキーはやったことがないんだよね。うん。みんなスキーやったことある？ある？スキー場に行ったら、普通最初にやるのってスキーじゃん。だけどね、僕は今までスキーやったことなくて、スノーボードしかやったことない。うん。僕が一番最初にスノーボードやったのは、高校生の時かな。うん。友達と一緒にスノーボードをしに行こうっていう話になったんだけどさ、僕以外の人がみんなスノーボード経験者だったんだよね。いや、僕以外にもう一人やったことない人いたかもしれないな。うん。だからさ、スノーボードをしにみんなで遊びに行く前に、親とね、スノーボード練習に行ったんだよ。うん。なんかね、埼玉県に、人工の雪を使った、スノーボードとか、スキーとかを練習できる施設があって、そこでね、ある程度スノーボードを練習して、ある程度ね、滑れるようになった状態で、友達と一緒に、スキー場に行ったんだよ。うん。でもさ、やっぱり、
そういう施設の雪ってやっぱり人工の雪だから、本物の雪と全然違うんだよ。でさ、やっぱりスキー場の、雪とか、スキー場の傾斜って、やっぱり自然によってできたものだから、すごい不規則なんだよね。うん。だからね、最初、初めてスキー場でスノーボードをした時は本当に緊張したんだけど、でもね、2、3時間遊んだら結構慣れて、友達とね、友達のスピードについていけるようになったね。ただね、僕はやっぱり慎重な性格なんですよ、僕って。で、スキー場に行くとさ、ジャンプ台とかがたくさんあるんだよね。で、友達はスノーボードでそのジャンプ台に挑戦したりするんだけど、僕はね、あまりそれをやりたくないんだよね。だからもしさ、そのジャンプ台に行って、ジャンプに失敗してさ、転倒して怪我しちゃったら元も子もないなと思って、で、僕はね、ジャンプ台に行くとかそういうことはできてないんだけど、スキー場で、普通に、傾斜を滑る分には僕はね、スノーボードは問題なくできますね。うん。で、僕ね、その友達とスノーボードをしに行った時が、僕にとって初めてのスキー場っていうわけではなかったんだよね。それ以前に僕はスキー場にね、家族と行ったことあるんだよ。僕が、本当に小さい頃だね。4歳とか5歳の頃に、お母さんとお父さんとスキー場に遊びに行ったことある。もうちょっと僕が大きくなった時、8歳とか10歳とかそこら辺の時も、おじいちゃんとかとスキー場に行ったことはあったんだけど、もちろんその頃って、スキーもできないし、で、スノーボードもできないから、そんな時はね、僕はね、ずっとソリで遊んでたね。うん。でさ、大きいスキー場ってさ、いろんなコースがあるじゃん。傾斜の角度がすごい大きい、上級者向けのコースからさ、本当にちびっこばっかりがいるような傾斜が少ない小さな山がある場所とか、いろんな場所がスキー場にはあると思うんだけど、僕はね、そういう子供用の、優しいコースに行って、ソリでね、遊んでたんだよね。その時から、スキーとかスノーボードとかやってみたいなと思ってたんだけど、やる機会がなかったんだよね。ただ今はね、スノーボード、できるようになったから、実はね、毎年僕スノーボード友達と行ってると思う。うん。で、毎回ね、行くスキー場は違うんだけど、基本的に東京に住んでるから、うん。長野県とか、新潟県とか、そういった場所に行って、スキーをするスノボをすることが多いね。うん、今僕スノボって言ったんだけど、日本人はね、言葉を略すのが大好きってことはみんな知ってるかな。例えばさ、インスタグラムだったら、インスタって略したりとかするんだけど、スノーボードって言わないんだよね、あんまり日本人って。スノボっていうね。うん。だから僕は、スノボに毎年冬になると言っております。はい。だから、スノボをスキー場でやるときはだいたい新潟県とか長野県に行くんだけど、行き方も違うんだよね、毎回。前回友達とスノボをしに行ったときはね、車で東京から行ったね。うん。で、車だと確か3時間ぐらいかかった気がするな。うん。友達と車で、長野県に行って、確かね、2泊ぐらいしたと思うんだよな。うん。で、その時の旅行はね、スノーボードが主目的ではなかったんだよね。他のいろんな場所も観光しながら、スノボもしたんだけどさ、その時は車で行ったな。でも、新幹線で長野県に行って、スノボをしたこともあるし、あとね、僕が結構覚えてるのは、夜行バスでスノボをしに行った時だね。確かね、
それが僕にとって日本で初めて乗った夜行バスだったと思う。うん。夜行バスってさ、僕あまり好きじゃないんだよね。僕が不眠症、僕って結構不眠症気味なんだけど、やっぱり寝るときって、ベッドの上に寝て、ベッドの上に寝たいわけよ。で、夜行バスってさ、リクライニングが少しできてもさ、完全に横の状態になることってできないじゃん。だからさ、全然寝れなかったんだよな。どんくらい寝たかな。あまり覚えてない。で、夜行バスだから、結構夜遅い時間に出発して、で、起きた頃にはもう朝になってるんだけどさ、うん。全然眠れなかったね。うん。でさ、眠れないと、日中のスノボをする時間もさ、あまり楽しめないんだよ。やっぱり睡眠を十分にとってないと、エネルギーが余ってないわけ、体に。でその時に僕はもう、夜行バスに乗るのはやめようって思ったんだよね。うん。夜行バスって、値段はね、安いんだよ。値段は安くて、すごいコスパはいいんだけど、やっぱり眠れないのはきついな。だからね、僕は夜行バスはあまり使いたくないんだよね。もう少しお金を払ってでも、新幹線とかで行きたいなって思っちゃうんだよな。で、夜行バスに限ったことじゃないんだよね。僕が眠れないっていうのは。僕はね、飛行機でも眠るの苦手なんだよ。うん。飛行、例えばね、僕が、よくやるのは、海外旅行に行くときに、日本の夜の12時に出発して、で、現地の朝に到着するみたいな飛行機に乗ることって結構あるんだけど、僕はね、やっぱり飛行機の上だと十分な睡眠取れないんだよね。うん。なんかね、その現地に着いた後もなんか、すっきりしないんだよ、気分が。うん。やっぱり寝るときはベッドの上で横になりたい。うん。だから僕は、基本的に寝るときはベッドで寝たくて、寝たいので、少しお金を出してでもね、移動中に寝るっていう手段は選ばないようにしてるね。うん。でもやっぱり夜行バスとかね、バス移動、高速バスっていうのは、新幹線とか飛行機とかと比べると結構安いから、人気の移動手段ではあるんだよね。で、世の中にはさ、調べないとその存在すら知られてないような、そういう安いチケットって、何個かあるんだよね。で、僕はね、前回そういった安いチケットでね、旅行してきたんですよ。うん。実はね、日本の JR っていう鉄道会社に、青春18切符っていう切符があるんですよ。みんな知ってる？で、まず JR っていうのは、日本で一番有名な鉄道会社。もともとはね、国によって経営されてた鉄道会社なんだけど、その JR で、青春18切符っていう切符がね、1年に何回か発売されるんだけど、それがね、結構安くて、いい切符なんだよね。で、3日間、乗り放題。3日間 JR の在来線乗り放題で、1万円。か、5日間 JR の、在来線乗り放題で1万2000円か。選べるんだけど、前はね、3日間のチケットを買って、3日間で1万円のチケットを買って、旅行してきました。うん。僕にとって初めて青春18切符を使う旅行だったんだよね。で、結構ね、青春18切符って有名なんだよ。安いから。で、お金がない大学生とかにね、人気のチケットなんだけど、僕はね、前回初めて
青春18切符で旅行してきました。で、結構楽しい。うん。青春18切符で行く旅行結構楽しい。で、なんでかっていうとさ、もちろん新幹線とかはその切符で乗れないわけ。青春18切符はあくまでも在来線専用の切符なんだよね。でさ、やっぱり旅行するときってさ、現地にできるだけ早く着けるか、現地にできるだけ到着するっていうのが大切じゃん。だからさ、お金があったら新幹線とか飛行機とか使って、移動時間をできるだけ極力短くするのがいいと思うんだけど、在来線ってね、いいよ。いや、在来線ってさ、遅いんだよ。もちろん新幹線とか飛行機と比べて、スピードは遅いんだけど、景色が見れるんだよね。うん。あの、在来線ってスピードが遅いんだけど、自分が今まで行ったことない駅で停車したりとかするじゃん。だから、新しい発見があるんだよ。あ、日本のこの県のこの駅ってこういう見た目してるんだとか、あとは、あ、この県のこの駅はこんくらい人が乗り降りするんだっていうのがわかるわけ。でさ、こういうことって、新幹線とか飛行機に乗ってたら気づけないでしょ。だからね、僕はね、一瞬でその切符の虜になりましたね。だから時間がある人はね、その切符使ってみたらいいんじゃないかなって思うね。でもやっぱり海外から日本に来る場合はね、時間が限られてる場合もあるだろうから、やっぱり飛行機とか新幹線とかそういったものを使った方がいいかなとは思うんだけど、うん、やっぱり在来線で移動するのって楽しいんだよね。実は、僕、その青春18切符っていうさっきまで話してた切符を使わなくても、在来線で移動することって結構多いんだよ。普通ならその距離を新幹線で移動するだろってことに、在来線を利用することが多い。でも楽しいんだよね。うん。やっぱり東京に住んでるとさ、うん。地方に行って景色を見ることってあまりないから、あ、こここうなってるんだとかっていう思うの楽しいし、やっぱりね、大切なことが何かっていうのを改めて気づかせてくれるよね。やっぱりさ、東京とかこういう都会に住んでると、やっぱり何もかもスピード速くしなきゃいけないって思っちゃうわけよ。うん。目的地に着くまでもいかに時短にするかっていうことを考えなきゃいけないし、今もね、そのリニアモーターカーっていうのは日本で今作られてて、東京から名古屋まで今1時間半かかってるのを、確かね、30分とかで行けるようになると思うんだけど、そんな感じで、世間的にはさ、できるだけ早い移動手段っていうのが重要視されてきてる時代ではあると思うんだけど、そういう時間を考えないで、ゆったりと移動する旅行ってもやっぱりいいなって思ったよ。うん。で、海外に行くとさ、やっぱり時間が限られてると思うし、今はね、日本全国を、在来線とかで行ってみたいなと思ってるんだよね。で、早くしないとさ、これから冬になるじゃん。で、冬になるとさ、結構寒くなるじゃん。うん。あれがね、そう、だから寒くなるとさ、やっぱり、さっきの雨の話でもそうだけどさ、体が硬直してさ、あのどっかに旅行しに行こうっていう気分じゃなくなるじゃん。うん。だからね、寒くなる前にまたね、国内どっか旅行したいなって思ってるんだよ。そう、だから皆さん、日本でね、時間がある人は、そういうね、在来線とかに乗って移動してみるのもいいと思う。うん。やっぱりね、新幹線って、その速度が速い分、景色もすぐ終わっちゃうんだよ。うん。例えばね、東海道新幹線に乗って、東京から京都に行きますっていう時もさ、富士山が見えるんだよね。途中で、
静岡県を通るから、北側の席に座ってると富士山が見えるんだけど、それもね、本当に一瞬だよ。で、うわ、富士山だと思って携帯を片手にさ、写真を撮ったりするんだけど、それも本当に一瞬で終わっちゃう。で、富士山ってさ、日本で一番大きい山だから、比較的長い時間、新幹線から富士山を眺めることができるんだけど、それでもね、短いんだよ、時間が。ってことは、例えばね、新幹線に乗ってて、景色を眺めてるときに、あの建物なんだろうとか、思ったときに、その、思った3秒後にはもう視界からその建物ってなくなってるからね。そう、それくらい、新幹線って、速度が速いから、景色を楽しむ暇もないっていう感じなんだよね。景色とかをゆったり眺めたいなっていう人は、遅い。そういう人にはね、在来線に乗ることをお勧めしてますね、僕は。うん。あとは安いしね、新幹線って意外と料金高いからね。うん。まあ、今はそういう風に、電車の話とか、バスの話とかしたんだけど、移動手段って色々ありますよね、本当に。今この時代だとさ、移動手段って本当にたくさんあってさ、それこそさ、5年くらい前から電動キックボードも増えたよね。だけど僕ね、電動キックボードに乗るくらいだったら別のものを選ぶんだよ。うん。僕は、電動キックボードじゃなくて、レンタルするときはね、別の乗り物を借ります。それがレンタサイクルだよ。あの、日本にも電動キックボードを、レンタル電動キックボードを運営してる会社っていくつかあるんだけど、あの、レンタサイクルを提供してくれてるサービスも結構あるんだよね。だから日本の例えばね、東京の街を歩いてると、そこら中にポートがあって、自転車を借りれるところがあるんだけど、僕はね、レンタサイクルはたまにすることがありますね。うん。どっちかっていうと、旅行先でレンタサイクルをするっていうよりは、僕はこの自分が今住んでるエリアの近くで、自転車を借りることが多い。うん。でさ、歩くには少し遠いけど、自転車だったら行ってもいいなっていう場所って結構多いじゃん。うん。僕の場合は、自分の家から図書館ってそんなに近くないんだよね。だから、図書館に行くときはね、自転車を借りたりするんだけど、今のさ、レンタサイクルって本当に便利だよね。アプリを開いてさ、そう自転車についてる QR コードを読み込めば、自転車に乗ることができるじゃん。で、最近のレンタサイクルってほとんどの自転車がさ、電動アシストがついてるから、坂道とかも余裕で登ることができるんだよ。うん。だからね、僕にとって、レンタサイクルってすごい便利なサービスなんだけど、やっぱりね、電動キックボードと比べて自転車が何がいいかっていうと、座れることなんだよね。で、電動キックボードって乗ってる間ずっと立ってなきゃいけないじゃん。でさ、立ってるとなんかさ、腰が痛くなったりするじゃん。うん。あれが僕は嫌いなんですよ。だから多分ね、僕日本で電動キックボード乗ったことないんじゃないかな。逆に海外だとレンタサイクルと比べて電動、海外って国にもよると思うんだけど、僕が昔住んでたヨーロッパとかだと、レンタサイクルを見ることはほとんどなくて、電動キックボードばっかりだったから、電動キックボードをね、仕方なく借りてたんだけど、日本だとね、電動キックボードよりね、自転車の貸し出しサービスの方が多い気がするから、僕はね、自転車を借りることが多いんですよ。うん。だからね、あと、自転車の方がなんか安全な気がするんだよね。うん。これは、僕の勝手な個人の感想なんだけどさ、なんか、僕は昔から自転車を漕いでたから、
で、電動キックボードって僕にとっては結構新しい乗り物なんだよね。僕が初めて電動キックボードに乗ったのが確か、えー、20代になった時かな。うん。で、僕が初めて自転車に乗ったのって5歳の時だから、経験値が違うわけだよ。もう人生の中で、電動キックボードを知ってる時間よりも、自転車のことを知ってる時間の方が、もう断然長いわけ。うん。で、僕はもう5歳の頃から自転車乗れるから、自転車の方がね、乗ってて安心するんだよね。電動キックボードに乗ってる時って少し緊張するんだよ、僕。ちょっとバランス崩したりしないかなとか、なんかね、緊張しちゃうから、だからね、僕は電動キックボードよりも自転車の方が好き。うん。で、僕ね、5歳の時に、どうやって自転車に乗れるようになったかと言いますとですね、なんかね、そういう施設があったんだよね、家の近くに。家にはそんなに近くなかったんだけど、僕のお父さんが、そこにね、連れて行ってくれたんだよ。で、そこはなんかね、えー自転車を練習するコースがある施設だったんだよね。で、本物の道路みたいに、ちゃんとね、信号とかもあって、なんか子供たちが自転車を練習するような、そういう施設だったんだよ。で、僕はそこでね、えー自転車を初めて乗ったんだけど、最初はもちろん補助輪をつけた状態で走ってたんだよね。ただ5歳にもなると、そろそろ補助輪を外すこともできるだろうなって、僕の親が考えて、えーある日ね、実際に補助輪を外して、走ってみたんだよ。で、最初はさ、やっぱり、バランスを崩しちゃうんだよね、補助輪なしだと。だけど何回か乗ってるうちに、だんだん乗れるようになってったっていう感じだね。で、そのね、自転車を、えー僕が初めて補助輪なしで運転してる様子っていう動画を確か僕のお母さんが撮影してた気がするんだけど、最近見てないな。あの動画のデータまだ残ってるのかな。うん、なんか、ビデオカメラで撮影してたのか、携帯で撮影してたのか、それすらも忘れちゃったけど、その記憶はね、僕の中で結構鮮明にあるんだよね。みんなさ、初めて自転車補助輪なしで乗れるようになったのってね、何歳の時？その時ってさ、どうやって練習した？うん。僕はね、その施設ではね、自転車の貸し出しがあったから、自分の自転車はまだその時は持ってなかったんだよ。で、その施設で補助輪なしで自転車を乗れるようになってから、自分の自転車を親に買ってもらった。うん、僕は今でも覚えてる。確かね、5歳の時だったね。うん。で、その5年後だか6年後にね、また新しい自転車買ったんだよね。うん。小学生とかになるとさ、成長するの早いじゃん。だからやっぱり、5歳の時に買ってもらった自転車が結構ちっちゃかったんだよ。うん。だいぶ小さいサイズだったから、僕は、確かね、だから10歳とか11歳の時に、また別の自転車を買ってもらいましたね。はい。うん。自転車はすごい便利なんだけども、僕はね、自転車ですごい怖い思いもしたことあるんだよ。それがね、僕が怖い思いをしたのは、日本じゃなくて、海外なんですよ。はい。僕さっき、ヨーロッパでさ、昔ヨーロッパに住んでたっていう話をしたじゃん。で、ヨーロッパって、冬になると日本より全然寒いんだよね。うん。雪も降るしさ、気温も日本より全然低い感じ。で、
僕はね、そのヨーロッパに1年しか住んでなかったんだよ。うん。だから、1年しか住まないから、新しい自転車を買うのって、なんかもったいないなって思ってたわけ。だから、中古でね、安く自転車を買って、学校とかに通ってたんだけど、ある冬の日ですね、その自転車のブレーキが効かなくなったんだよね。で、その、寒すぎて、なんかブレーキの仕組みが、自転車のね、ありとあらゆる部分が凍ってしまって、そのペダルを動かすことができて、自転車を漕いで前に進むことはできるんだけど、ブレーキが効かなくなったんだよ。うん。ただね、僕その時、自転車を漕いで学校に通わなきゃいけなかったんだよ。で、結構時間もギリギリで、自転車に乗るのをやめてバスで行こうとか、そういうことができなかったんだよね。もう自転車に乗らないと学校に間に合わないっていう、そういうタイミングだったんだよ。で、その時に僕は、えブレーキが使えないのにもかかわらず、ブレーキが機能しないにもかかわらず、自転車に乗って学校に行ったんだよね。で、その通学路の途中で、結構ね、急な坂があるわけ。うん、下り坂がある。だけど、その下り坂が終わると、え普通の平地になるからさ、ブレーキが効かなかったら、足でね、自転車を止めようとすればいいんだけど、その下り坂で、もちろん、ブレーキが効かないんですよ。ただ、その下り坂を過ぎた後に、足で、その自転車を止めればいいやって僕は思ってたの。だけどさ、下り坂ってどん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 スピードが上がってくじゃん。加速するじゃん。その時に、目の前に、おばあさんがいたんだよね。うん。でさ、普通ブレーキが機能してたら、ブレーキを使って、おばあさんにぶつからないようにすることができるんだけど、その時は、ブレーキが効かなかったから、おばあさんに衝突しそうになったわけ。で、うわこのままだと、おばあさん怪我させちゃうなと思って、僕はね、ブレーキが効かないから、しょうがなく、体を動かしてわざと転んだんだよ。で、自転車を投げ出して、その地面に僕がね、転がっちゃったわけ。うん。で、軽い怪我したんだけど、それを見て前から来た、えーおばあさんが、大丈夫ですかっていう風に声をかけてくれて、冬はね、ブレーキが効かなくなるから気をつけてねっていう風に話してくれたんだけど、あの時はね、すごい危険でしたね。やっぱり、ブレーキが効かない状態で走る、自転車に乗るってことはもう絶対にやらない方がいいです。皆さん絶対に真似しないでくださいね。で、僕はね、その時からもうブレーキは絶対に効かない状態では走らない。自転車には乗らないっていうことを決めました。はい。そんな怖い体験も僕は自転車でしましたね。うん。で、僕、さっき散歩が大好きっていう話をしたんだけど、サイクリングも大好きなんですよ。うん。サイクリングって楽しいよね。で、僕が一番好きなサイクリングコースが、その川沿いだね。うん。日本の川って、だいたい川沿いに、いい道があるんですよ。いいサイクリングコースがあるんですよ。うん。川沿いで、友達と一緒にサイクリングしたりするのが僕が大好きだな。みんなが好きなサイクリングコースはあるかな。うん。東京だとね、その道幅が狭いんだよね。うん。だから、いいサイクリングコースっていうのは少ないんだけど、たまに川沿いでね、
すごい広い道があるから、まあそういうところを僕はサイクリングするのが好きです。うん。やっぱり僕、東京って道幅が狭いから、今これ危険だなとか思うこと結構あるわけ。うん。で、最近なんかはさ、ウーバーの配達員が自転車に乗ってること多いじゃん。うん。で、ウーバーの配達員の方がさ、結構無茶な運転をすることって結構あって、あれがね、結構僕にとっては、うーん、まあ不安になることがあるよね。まあ、例えば、僕が車を運転してるときに、前に急にそういった自転車が現れることがあって、うわ、今危ないなって思うこと結構あるわけ。うん、で、特に、コロナが流行った時期、コロナウイルスが流行った時期に、自転車の数が東京で増えたなっていう印象。ちょうどその頃に、ウーバーイーツが日本でも流行ったんだよね。で、ウーバーイーツで配達をすることによってお金を稼ぐ人っていうのが増えてきて、で、その時に、自転車が一気に増えたっていうイメージだね、僕の中だと。うん。で、ウーバーイーツを使った、配達に、自転車とか、バイクとか使われていて、危険だなっていうことは危険だなって思うことはあるから、やっぱりね、一番いいのは、徒歩ですよ、徒歩。結局徒歩が一番いいんじゃないかなって僕は思うね。楽しいしね。運動になるしね。うん。僕、筋トレで下半身のトレーニングあんまり好きじゃないんだよな。うん。でもさ、ウォーキングって、あの、常に見えてる景色が変わって楽しいから、楽しいし、しかも足の筋肉のトレーニングもなるから、本当にいいことばっかりだなって思うんだよね。で、散歩ができるのも、さっき話した通り、天気が晴れてる日だけであってさ。で、晴れてる日って、日光に当たるじゃん。うん。で、僕今年から始めたことがありまして、それが日焼け止めをちゃんと塗るっていうことなんだよ。これはね、前、夏に入るちょっと前のポッドキャストで話した。うん。その時に、今年はちゃんと日焼け止め塗ってますっていうことを話したんだけど、日焼け止めを塗り始めて、変わったなって思うことがあるわけ。うん。で、それがね、肌なんだよね。うん。いや、こいつ何に当たり前のこと話してるんだって思われるかもしれないんだけど、肌がね、変わったんだよ。明らかに。うん。特に顔の肌。うん。で、実は、僕にとって、僕がね、主観で変わったなって思うことはあまりないわけ。ただ、友達に言われるんだよ。なんか、肌綺麗になったねって言われるようになったんだよ。うん。で最近、別の複数の友達から肌綺麗になったねって言われるようになったんだけど、僕ってさ、毎日鏡で、自分の顔見るから、その変化に、自分自身だと気づけないわけ。ただ、そうやってさ、友達とかがそうやって言ってくれると、ああ、僕の肌綺麗になったんだって思うわけ。でも、初めてそれをね、友達に言われたとき、なんでだろうって思ったわけ。え、僕って何か普段と違うことしてるっけって思ったわけ。僕がその時に思ったのは、なんかストレスとかがなくなって、えー、肌も良くなったのかなとか、そういう風に思ったんで。僕にとってさ、別に、僕にとって感じるストレスって別に去年と今年で特に変わってないんだけど、なんかストレスが減ったのかなとかそういう風に考えてたんだけどさ、ある時思い出したんだよ。
うわ、今年から日焼け止め塗ってるなって気づいたんだよね。うん。で、やっぱり、日焼け止め塗ると肌綺麗になるんだね。やっぱり紫外線が一番肌に悪いんだろうね。うん。まあ日本の、まあ女性とかってさ、やっぱり美意識が高い方が多いから、みんなそういう紫外線を気にして日焼け止めを塗るんだよね。で、僕も今年から日焼け止め塗ってみようと思って塗ってるんだけど、やっぱり日焼け止めって効果あるんだね。うん。本当にびっくりしたよ。だって複数の友達からさ、肌綺麗になったねって言われたら、さすがにびっくりしない？うん。で、僕は決めました。もう、これからずっと日焼け止め塗ります。うん。で、若いうちは、なんか肌が汚くなるとかってあまり気にしないと思うんだよね。うん。まあ、シワが増えてくることとかって、若いうちってそんなに気にしないと思うんだけど、やっぱり年を取るとさ、まあ、肌ってどんどん劣化していくじゃん。うん。だからそれを、まあ、できるだけ、まあ、抑制するためにも、まあ、年を取った時に、まあ、できるだけね、肌をきれいに保つためにも、日焼け止めはね、これからもずっと塗ってこうと思ったね。うん。でも夏とかさ、まあ、特に半袖半ズボンを着る季節って、まあ、日焼け止めを塗る量が結構多いよね。だから、結構定期的にさ、日焼け止めを買わなきゃいけないから、お金もかかるんだよ。うん。だから結構お金かかるなとか思ってたんだけど、まあこれからね、まあ秋とか冬になるからさ、まあ日焼け止めを使う量も減ってくだろうからいいと思うんだけど、まあこれから死ぬまでずっと日焼け止めを塗るってなったらさ、これから何本日焼け止めを買わなきゃいけないんだろうな。うん。でもやっぱり紫外線を浴びてていいことってないから、まあこれからも日焼け止めは塗ってこうと思うね。まあ、やっぱり皮膚がんとかが怖いじゃん。うん。まあ、特に、まあ、ニュージーランドとか、ああいう地域とかってさ、オゾン層が薄いから皮膚がんになりやすいらしいね。うん。で、日本でもやっぱり皮膚がんになるリスクってすごい高いと思うから、まあ、日焼け止めはね、まあ、ちゃんと塗ろうと思ったね。まあ、ただ、まあ、日焼け止め塗るのめんどくさい時もあるからね。まあ、だから、そういう時は、まあ、帽子かぶってるんだけど、まあ、帽子は帽子でまたね、なんか頭がムシムシするから、うん。まあ、それもそれでね、良くはないよね。うん。だから、まあ、今の時点で、まあ、まだ、うん、日焼け止めを塗ってないよっていう人がいたら、まあ、日焼け止めを塗ることをお勧めしますよ。あ、でもね、日焼けしたいっていう人もいるじゃん。うん。日焼け止めを塗らない方がいいっていう人もいるじゃん。だから難しいんだけどね、どれを選ぶかって。ねえ。もちろん僕の友達にもいますよ。日焼け止めは塗らないで、日焼けをしたいっていう人がいるんですよ。うん。できるだけ日焼けをしたいっていう人がいます。まあ、日焼けをしてる肌の方がかっこいいっていう人もいるんだよね。うん。まあ僕もね、それかっこいいなって思うんだけど、まあ、僕の場合、日焼け止めを塗らないと何が起こるかっていうと、僕はこうやっていつもね、半袖の服を着ることが多いわけ。で、日焼け止め塗らないとさ、この半袖の袖の部分にくっきりと跡がついちゃうんだよ。うん。日焼け止め、えっとね、袖が肌に被ってて、日焼けしてない部分と、日焼けした部分が、すごい、その境目がね、くっきりできちゃって、ちょっとね、見た目がね、ダサいんだよね。うん。だから僕はそういう見た目のダサさを回避するために、日焼け止めを塗ってます。うん。皆さんは日焼け止め塗る派ですか？それとも塗らない派ですか？うん。まあ、僕はどっちでもいいと思います。僕の友達にも日焼け止め塗る人と塗らない人がいるんで。はい。
うん。まあでも僕の場合は日焼け止めをこれから塗っていこうかなと思います。はい。はい。皆さん、いかがでしたか？最初何の話してたっけ？最初何の話したかすら覚えてない。あ、そうだ、最初さ、天気の話してたよね。うん。今日僕は雨が降ってたから、うん。その関連で雨の話をしました。で、今雨降ってるのかな？うん。なんか今ね、僕カーテンしちゃってるから、雨が降ってないから、外の様子はわからないんだけど、さっきほど、雨は降ってないと思う。でさっきさ、そうだ、ちょっと他にも話したいこと思いついちゃったわ。そう、さっき、このポッドキャストを撮ろうと思った時に、やっぱりポッドキャスト撮るのやめようって思ったことがあったんだよ。で、それが、雷が鳴ってたんだよね。うん。で、雷の音が鳴っててさ、あの、ゴロゴロっていう雷の音も鳴ってたし、しかもさ、その稲妻が何回も見えたんだよ。で、雷が鳴って光ってたからさ、ここの部屋の中もピカってしてて、でさ、で、なんかこうやってさ、カメラ回してんのにさ、光ったらなんかおかしいじゃん。うん。だから、で、ピカッとか光ったりしたらさ、僕もポッドキャストを収録してるのに、集中できないなと思って、で、だからね、雷が鳴ってるうちは僕はポッドキャスト撮らなかったんだよね。うん。で、雷に関する、子供の頃のお話をするとさ、これはさ、国によって違うと思うんだけど、なんかね、雷が鳴るとね、あの、おへそを取られるよっていう脅され方を僕は子供の頃してたんだよね。で、これ、ま日本のすべての地域でこういうことがね、言われてるとは思わないんだけど、言い伝えなのかな何なのかなわかんないんだけど、言い伝えか何かはわからないんだけど、雷が来るとその雷様に、おへそを取られるっていう、言い伝えがあるんだよね。で、僕の場合は、親から、えーおへそを取られるから、早く寝なさいみたいな、そういうことを言われてたんだよね。で、僕はさ、それを信じてるわけ。僕はね、その、4歳とか5歳とか、そういう若い、本当に小さい子供だったから、親に雷が鳴るとおへそが取られるよとか言われると、それを信じちゃうわけ。で、もちろんさ、おへそ取られたくないじゃん。でしょ？僕はもちろんおへそなんて取られたくないわけですよ。だから僕は、もういつもね、雷が鳴った時は、服とズボンでね、えーおへそを隠して寝てました。はい。で、この言い伝えとか、だから雷が鳴るとおへそが取られるっていうのって、日本のどの地域の言い伝えなんだろうな。うん。なんか、でもこういう、なんか雷が鳴るとおへそが取られるっていうことを聞いたこと、僕、別の親とか別の祖父母とかから、そういうこと聞いたことがないんだよね。うん。だから日本、僕の家庭だけで言われてたことなのか、それとも別の家でもね、言われてることなのかわからないんだけど、でもなんかそういう、迷信って日本に、たくさんあるんですよ。で、僕もね、いろいろ迷信をたくさん知ってるわけではないんだけど、有名な迷信はね、夜に口笛を吹くと、蛇が来るっていう迷信があるよね。うん。本当なのかわからないんだけど、これは多分ね、日本全国で言われてるような、言い伝えだと思うんだよね。だから、夜、僕はね、おばあちゃん家とかで、口笛を吹くと、おばあちゃんにね、言われてました。夜に口笛を吹くと蛇が来るから口笛を吹かないでって言われてた。うん。だから僕は注意されてたから口笛吹いてなかったんだよね。でも今はね、そういう迷信を、僕は信じてないからさ、
口笛は夜でも吹いてるね。僕はやっぱり自分の体から音を発するのが好きなんだよ。うん。だから、僕はね、前も話したけど、シャワーを浴びてるときはいつも鼻歌を歌ってます。うん。で、夜でもね、口笛を吹いたりすることが好きで、僕10歳ぐらいの時に急に口笛吹けるようになったんだよね。うん。で、それが嬉しくて、そっからね、僕は、ずっと口笛を吹いてるんだけど、多分、夜に口笛を吹いたら蛇が来るっていう言い伝えは多分さ、近所迷惑とか、そういうこと、そういう近所迷惑になることを防止するために、そういう迷信が生まれたと思うんだけど、どう思うみんな。確かにさ、夜に口笛を吹くと、うるさいよね。近所迷惑にはなるよね。うん。僕もたまに気にするんだよね。あの、僕の中でね、ストレスを感じてる時期っていうのは、やっぱりストレス発散になることって、一番は鼻歌を歌うことなんだよ。僕にとってね。で、シャワーで思いっきり大きい声で歌ってると、急にね、我に返る時があるんだよ。急に、あれこんなうるさい声で鼻歌歌ってていいんだっけって思う時があって、で、その時は自分の声の音量をね、少し小さくしてる。うん。やっぱりさ、東京とかだと、その、なんていうの人口密度が高いから、人が住んでる場所も近いんだよ。田舎とかに行くとさ、家がポツンポツンとか、まばらにあったりするから、家でね、うるさい声で歌ったりしても、別に他の家に迷惑になることってないんだけど、東京だとね、僕の家結構防音性能が高いから、あまり他の人の声とか、音とかって聞こえることあまりないんだけど、僕はね、歌を歌うときとか、一応、自分の声量っていうのをね、下げて歌ってますね。うん。うん。でも僕がね、ヨーロッパの時に留学してた、えっと、ヨーロッパに留学してた時の僕が住んでた、寮はね、防音性能超高かったんだよ。で、日本のマンションの壁とかと比べても全然違くて、なんかね、すごい壁が硬かったんだよね。で、これだったら、他の部屋に住んでる人にね、あまり迷惑にならないかなと思って、もう本当に爆音で音楽をかけてたんだよ。僕は自分の部屋でね。もうびっくりするぐらい爆音で音楽をかけてたんだよ。で、ある時思ったんだよね。でもこんなに爆音で音楽をかけてて、周りに聞こえてたらまずいなと思ったわけ。そしたらさ、なんか、他の人にも迷惑になってるのかなって思ったんだけど、だってさ、本当にコンサート会場かなっていうくらい、僕はね、音量高めで音楽をずっと流してたんだよ。で、ある日聞いたんだよ、僕の部屋の隣に住んでる友達に、ごめん、最近僕、爆音で音楽かけてるんだけど、うるさくないって聞いたんだよね。そしたら、音楽なんて聞いたことないよって言われてそう、だから、実際にね、その部屋は本当に防音性能がすごい高くて、全くね、他の部屋に僕の爆音の音楽は聞こえてなかったんだよ。だから、日本でもね、そういう爆音で音楽がかけれる部屋に僕は住みたい。で、僕もね、この部屋に引っ越す前に、ちょっと探したんだよね。その防音性能がある部屋に、防音性能がある部屋を貸し出してる、賃貸もあるんだけど、そういう部屋ってね、ちょっと相場より高いんだよね。だから、僕は、そういう部屋は借りなかったんだけど、でもやっぱり、
鉄筋コンクリート作りの部屋を選んだ方がいいよね。やっぱり音楽を部屋でかけたいとかってなるとさ、木造だとやっぱり結構ね、隣の部屋の話し声とかすごい聞こえるらしい。うん。だから皆さん、日本に来て部屋で音楽をかけたい人は、鉄筋コンクリートのね、家を選んでください。はい。でも僕は、鉄筋コンクリートなんだけど、この家。でもやっぱり、周りに音聞こえてないかなって心配になっちゃうから、そこまでね、ヨーロッパに住んでた時ほど、音量を上げて音楽はかけれないんだよね。うん。でもやっぱり僕、爆音の環境好きなんだよね。うん。やっぱり爆音で音楽をかけたい。うん。だからいつかは、田舎に住んで、周りに迷惑がかからない環境で爆音を流すか、それか完全防音の部屋に住むかしないといけないな。うん。みんなも好きでしょ？爆音で音楽流すの。でもそれか、ヘッドホンを買えばいいのかな。僕はね、人生で一度もヘッドホンを持ったことがないんだよ。うん。もうずっとね、イヤホンしか持ったことがない。で、理由は、ヘッドホンってさ、サイズ大きくない？うん。ヘッドホンってでかいよね。だからヘッドホンをリュックに入れるとさ、スペース取るじゃん。しかも、手ぶらで僕ってさ、手ぶらで外出したい人なんだけど、ヘッドホンがあったら手ぶらじゃなくなるじゃん。うん。だからそれが嫌なんだよね。だから今までヘッドホンは、買ったことがないし、なんなら、ヘッドホンを体験したことがあまりない。うん。最後に僕がヘッドホンを体験したのっていつだろうな。友達に一瞬、もう本当に一瞬、友達に、10秒間とか音楽を聴かせてもらったことがあるし、家電量販店に行って、その音質を、ヘッドホンを実際につけて確かめたりしたことはあるんだけど、それが最後何年前だったかな。もしかしてさ、今っていろいろ技術が発達したじゃん。だから、本当に想像もつかないくらい音質が良くなってるのかな、ヘッドホンって。うん。ワイヤレスイヤホンがね、すごい便利すぎるんだよね。うん。やっぱりちっちゃいじゃん。だから、外出した時もさ、ポケットに入れられるじゃん。ワイヤレスイヤホンって。うん。あれが便利で手放せない。逆にヘッドホンはすごいでかいんかと思う。気になるんだけど、みんなさ、ヘッドホンって持ってる？な、例えばさ、この世界にはイヤホンとヘッドホンの2つがあるでしょ？それでなんでヘッドホンを選ぶの？僕がさっき言ったみたいに、その爆音で音楽が流せる環境が作れるからってこと？やっぱりイヤホンで感じる音と、イヤホンで聞く音と、ヘッドホンで聞く音って全然違うの。うん。それがね、僕はすごい気になる。うん。久しぶりにヘッドホンの話したから、ヘッドホンで音楽聴きたくなってきたな。うん。ヘッドホンね、あのでも、僕の友達にも今ヘッドホン使ってる人ってあまりいないかな。うん。たまにさ、電車とかに乗ってるとヘッドホンつけてる人はいるんだけど、圧倒的にイヤホンをつけてる人の方が多いよね。やっぱり、うん。かさばるんだろうね、ヘッドホンって。しかも頭にずっとつけてるとさ、重そうじゃない？肩とか首とかさ、い、凝りそうじゃない？僕はね、そういう風に思って、ヘッドホンは買えないんだよな。あとヘッドホンって僕の中で、
価格が高いイメージがあるんだよね。イヤホンに比べて。まあ結構サイズ大きいからね。うん。まあ、ああいうヘッドホン、まあイヤホンと比べて、まあ、ヘッドホンの方が好きですっていう人がいたら、まあぜひ、まあ、コメント欄にそのヘッドホンの魅力を書いてくださいよ。うん。でヘッドホンの魅力を書いてくれて、そのヘッドホンについてのコメントを見て、うわ、いいなって思ったら、まあ、僕もね、ヘッドホンの購入を検討しますよ、本当に。うん、本当に検討するよ。うん、もう僕結構コメント見てるからね、YouTube の自分のチャンネルの動画についたコメントっていうのは僕見てますよ、結構。まあ前も言ったみたいに、あの褒めてくれるメッセージ、褒めてくれるコメントが結構多いんだよね。うん。でもそれ以外にも、この動画こういう風に直したらもっと良くなると思います。みたいなこととか、このゲームやってください。みたいなコメントがあって、それがね、結構参考になるんだよね。うん。だからこういう風に、なんかね、コメント欄って、その人が、僕の動画を見た人が、こういう風に思ったとか、そういうことだけを書かれるんじゃなくて、なんか改善案を僕に示してくれる人が多いから、それがね、僕は結構役に立ってるね。うん。まあ、実はね、まあ、この動画にもついてると思うんだけど、この上の字幕あるでしょ？うん、この上に表示されてる字幕あるじゃん。で、この字幕も、ちょっとね、昔と比べてね、下げてるんだよね。この字幕の位置を昔と比べてちょっと下に下げてる。うん。で、理由が、なんかね、YouTube をパソコンで見てて、動画を止めた時に、上の方にね、タイトルが表示されるらしくて、それがね、被っちゃうんだって、字幕と。うん。だからもうちょっと下に下げてくださいっていう意見があったんだけど、それがね、それもね、僕が参考にして、この字幕の位置を変更しました。はい。あ、で、あと、まあ、みんなに言うの忘れてたんだけど、なんかね、なんか、たまに動画によっては、この字幕が出てる、字幕が出てる時間がちょっとね、ずれることがあったらしいんだよね。うん。僕が喋ってる音声と字幕が、ほんの少し、ずれる動画があったっぽい。うん。だから、それもね、僕は最近修正しました。はい。なので、皆さんの意見がね、僕のチャンネルの、まあ、動画作りに、すごい反映されておりますのではい。皆さん、これからもね、厳しいご意見を、僕にね、向けてくださればなと、思います。これからもよろしくお願いしますはい。皆さん、いかがだったでしょうか？本日のポッドキャスト。僕はね、今日は、ずっと雨だったんですよ。まあ、今はね、止んでるかもしれないけど、ずっと雨だったから、正直、気分がすごい落ち込んでた。うん。テンションがすごい下がってたんだけど、まあ、こうやってみんなと話してると、なんか楽しくなってきてもうね、ほとんどの人はもう寝ちゃったかもしれないけどさ、やっぱりこうやって皆さんとこうやって対話すると、すごい楽しい気分にされるんで、まあ、これからもこのポッドキャストを続けていきたいなって思いますよね。うん。うん。で、まあ、ライブ配信もね、定期的にやっていきたいと思うから、その時に、皆さんと、実際のね、交流ができればなと思います。ここ何回かね、変則的にライブ配信をやってみてるんですよ。日曜日の昼間にやったりとか、平日の夜にやったりとか、まあ、土曜日の夜にやったりとか、まあ、できるだけ、その、いつも同じ時間にならないようにしてるんだよね。まあ、
やっぱりさ、人によって、日曜日の昼はライブ配信見れませんとか、そういう人っていると思うんだよね。うん。そういうのがあるから、変則的にライブ配信をやってみてます。で、毎回ね、ライブ配信をするために、今日が初めてですとか言ってくれる人がいるから、そうやってね、初めてライブ配信を見れる人っていうのを、これからもたくさん増やしていこうかなと思っております。はい。動画撮り始めた時は、外も明るかったけど、すっかり暗くなりました。やっぱりね、冬に向かっていってるので、日照時間がどんどん短くなっております。はい。で、暗くなってしまったということで、今日のポッドキャストはこれで終わりにします。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？はい。次回のポッドキャストもぜひ聞いてくださいね。それじゃあ、今日はこれで終わります。バイバーイ。